座骨神経痛の人は外反母趾になり、歩き方までおかしくなります。ほんま、すごい歩き方になりますよ。どすこい、戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんのかいと思ってる皆さん、実は相撲をやって膝の手術で歩けなくなり引退しました。座骨神経辛いわと思っているセルフケア教室のコミュニティに関与してくれている生徒の皆さん。そこで今回私の考えるたった1分2つの専門的な筋肉を刺激して速攻座骨神経痛や体全体の悩みを解消する学習の授業になります。私も腰のヘルニアから座骨神経で悩んでいたので、皆さんの気持ちは痛いほどわかります。簡単な動きで誰でも真似のできるノブ流セルフケア教室のセルフ整体になりますので、ぜひ最後まで注目しながら見ていただき、一緒に解決していきましょう。これ座ってできますよ。座骨神経痛の特徴としては、同じ姿勢や歩くと腰から下の痛みやしびれ、おまけに外反母趾になって歩き方も悪くなる特徴があります。自分の足の親指がこのように内側に向いていると、その傾向はすでにあります。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えさせてください。座骨神経痛やからってやってほしくない行為があります。このように腰やお尻を揉んだり、無理やりこのように伸ばしたりです。これほんま飽きません。そして解消を妨げます。ここで座骨神経痛の構造と原因をお伝えさせていただきます。座骨神経痛は足のこの内側のアーチをこのようにグッと内側で押しつぶすように体重を乗せてしまい、内股になり骨盤股関節につくお尻の梨状筋の筋肉が癒着して硬くなり、ここを通る座骨神経を圧迫してしまい、座骨神経痛が起こります。そして内股になると足も X 脚になり、足のアーチをさらに内側で押しつぶすように歩くので外反母趾にもなり、そしてこのように体を揺さぶるようなメトロノームのように揺れながら歩くようにもなります。ここで格闘家整体師ノブ流の考える座骨神経痛の解消の流れとしては、今回狙う専門的な筋肉は2つ。1つ目はすねの内側から足の内側のアーチのところまでつく筋肉、後脛骨筋という筋肉です。この1つ目の後脛骨筋という筋肉が働くと、すねの内側から足の内側のアーチのところについていますので、内側から足のアーチをこのように引き上げて、足のアーチの落ち込みを支え止めてくれます。2つ目の筋肉、足の裏から親指側のところにつく筋肉、母趾内在筋という筋肉です。この2つ目の母趾内在筋が働くと、足裏の親指側を支え、後脛骨筋と一緒に親指側の足のアーチを支えてくれます。結果、この2つをセルフ整体すると、足のアーチが内側に落ち込まなくなるので、内股も解消するので、骨盤股関節につく梨状筋も緩み、癒着も剥がれるので、座骨神経の圧迫も解消し、座骨神経痛も解消します。この座骨神経が解消すると、X 脚も解消するので、結果、足裏のアーチも押しつぶすように歩かないので、外反母趾やメトロノームのように歩くのも解消し、全身がすごく良くなります。ほんま、後脛骨筋、母趾内在筋をすればいいだけです。それでは早速セルフケアを実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。このセルフケアは椅子やソファーでやっても大丈夫です。では、一つ目の後脛骨筋からです。この時に右の方が座骨神経痛であれば、右側だけやってもいいです。ただし、この足の指が内側にこのように折れてしまっているのが両足になっているのであれば、両足やった方がいいです。では、今回は左側が座骨神経痛だったということで、左側をやっていきます。画面越しでは右に見えるかもしれません。まず最初に右足をこのような形で体の真正面に持ってきます。次に反対の足の裏の親指側をこのような形で乗せます。そしてかかとは床から離さないままこのような形で足の裏をぐっと押さえつけます。そうするとこのすねの内側のところに力が入りますので、その状態で10秒間10秒 ×3 回です。ではやっていきましょう。ぐっと親指側を押し付けます。1、2、3、4、5、
6、7、8、9、10です。この時にかかとも一緒にグッと床を押したらダメですよ。かかとはついたままで押さえるのは親指側の方の足の裏だけでグッと押さえるのがポイントです。ではもう一回いきましょう。グッと押さえつけます。そうするとここのすねの内側のところに力が入りますので10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきましょう。グッと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。少しこれ内側に入りにくいなと思う人は両方の膝を少し伸ばします。反対の足の親指側をこのようにグッと踏んでみます。そうすると入るところがありますので、このような形で膝の角度を少し合わせていただくと入りやすいところがありますので、それでやっていただくといいです。では2つ目の筋肉、母子の内在筋です。先ほどのこの押し付けたままの体勢から足首を曲げて足の裏を離します。そのままの状態でぐーっと握ります。特に親指側を握ってください。そうすると足の裏のところに力が入りますので、その状態で10秒間。10秒かける3回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。もう一回いきましょう。ゲット。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これ無理ないぐらいでやってくださいね。もう一回いきます。ゲット。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。でも片方ずつやるのめんどくさいっていう時もありますよね。そういう時のために両足いっぺんにできる方法もあります。まず1つ目の後脛骨筋からです。まずこのような形で足の裏を合わします。合わせる範囲で全然いいです。次にかかとは離さないまま親指側をこのように浮かします。小指が床から離れればいいです。そうしていただけるとこのすねっ側のところに力が入ると思います。それでもし分かりにくいのなら少し上げた状態で親指同士をぐーっと押し合いっこしてください。ぐっと。そうするとすねの内側のところに少し力が入ると思います。その状態でちょっと上げるとより分かりやすいかもしれないです。この状態で10秒間。10秒かける3回です。ちょっと入りが分かりにくいかもしれませんけど、しっかり入ってますので大丈夫です。では、これを10回だけ一緒にやっていきましょう。ぐっと上げて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。次は2つ目の母子内在筋の方です。このままの体勢で足首をこのように曲げます。そして親指側をぐっと握ります。そうすると足の裏の親指側の方に力が入りますので10秒間。10秒かける3回です。では10秒だけ一緒にやりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。これほんまに入ってるか心配っていう方の場合は最初に腰の柔軟をこのように見ときます。そして終わった後にもう一回腰の柔軟をこのように見ていただいて、柔軟性がアップしているようでしたらしっかり入ってますので大丈夫です。正確にはこれだけ、たった1分です。めちゃめちゃ簡単ですよね。最後にこのセルフケア後におすすめな骨盤股関節の矯正の方法も紹介していきますね。私は膝の手術もしたことありますので、膝の前の違和感や痛みが出る時にもおすすめですので、毎回これでリセットしています。この毎日たった1分の行動力、これが健康への秘訣ですからね。ここまで注目して見てくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の励みになります。痛みや悩みに関する質問ややってみた感想などぜひコメントくださいね。最後に私の思うセルフケアをするとストレッチも伸びやすくなりますので、後におすすめなストレッチ一緒にやってお別れしていきましょう。まずこのように足を組みます。組んだ方の反対の方に体をひねります。そのままの状態でこちらの手で膝を真下にぐーっと下ろします。そうするとお腹の前、股関節の前、お尻のとこが伸びてきます。これをすると骨盤股関節の矯正ストレッチにもなりますので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。